皆さんこんにちは、ゆきなです。今日は日本は本当に安全な国なのかというお話をしようと思います。確かに他の国と比べてスリが多いわけでもないし、もちろん銃社会でもないですし、夜女性が遅くに一人で歩いていても大丈夫とか、子供が親なしで学校に歩いて行ったりもするし、よく聞くのが日本で財布を落としても帰ってくる確率が高いとか、カフェとかで物を置いて席を確保しておいても物が取られてないとか、電車の中で寝ていても物取られないとか、こうやって並べてみるともちろん安全な国なんだと思います。でもそれでもやっぱり怖い犯罪というものはありますし、子供の誘拐もあるし、強盗殺人だってあるし、この歴史に残るような大きいもので言ったら、元総理大臣が手作りの銃で殺されるとか、そんな国あります？日本はこの銃を持つのは禁止の国ですけど、手作りされたらどうしようもないですよね。私これリアルタイムでテレビで見ていたので、トラウマになるんじゃないかと思うぐらいに怖かったのを覚えてますね。かくいう私も昔ひったくりにあったことがあるんですよ。夜の11時ぐらいに家に帰る途中で、私自転車に乗ってたんですけど、前のカゴにカバンを入れてたんですね。で、前から来た男の人に自転車こかされて、カバン取られて、私自転車からこけて足怪我して血だらけだったんですけど、とっさに走って追いかけたんですね。思えばなんで自転車乗って追いかけなかったのかわからないんですけど、あの時はパニックになってしまってたから、それで泥棒って叫んだんですけど、もう言葉もね、パニックになってたらしっかり出てこなくて、なんか夢の中でうまく話せない感じわかります？あんな感じで発したいけど出てこないっていう感じだったんですよ。でももちろん追いかけても無理だったんですけどね。そしたら私が叫んでたのを聞いて、その付近に住んでいる方が警察に通報してくれてたんですね。で、家から出てきてくれて、私に大丈夫？今警察に連絡したからねって言ってくれて、その方もね、怖かったと思いますよ。私その時こけてサンダル脱げて裸足で走ってたんですけど、だから私裸足だし血だらけだし叫んでるし、やばい感じですよね。それで警察の方が来てくれて、そこから現場検証が始まって、どこでどんな風にやられたかっていうのを説明して、でその後パトカーに乗って、足がもう血だらけだったので病院に行き、その後警察署に行って、また説明して書類書いて、もう一回どんな風にやられたか再現しましょうとかいろいろやって、結局帰ったの朝6時だったんですよ。もうね、大変でしたよ。その後も何回か警察の方と連絡取ったり、警察署行ったり、いろいろあったんですが、結局カバンが見つかることはなく、犯人も捕まることはなかったんですよね。私の人生の中で一生忘れられない出来事でした。だから私、海外旅行に行くときに親から気をつけなさいよとか、その国危ないんじゃないのって言われるたびに、家の近所でずっと過ごしてたとしてもひったくられることだってあるんだから、世界のどこにいたって危なさは変わらないんじゃないって言ってる時期がありました。この話を聞いてももちろん
命を奪われるようなことじゃなかったんだから、私の国の方が危険だよって思う方もたくさんいると思うんですけど、私が言いたいのは、日本も手放しで安全な国ではないよっていうことですかね。世界のどこにいたって自分の身は自分で守らなければいけないということを意識しておくことは重要かもしれません。だからといってね、日本は危ない国なんで気をつけてくださいっていうことではないので、皆さんには安心して来てほしいなとは思ってるんですけどね。はい。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ではまた。